行くよ。そう、向こうから山来る。電車よ。どの辺にする？それにするの？オッケー、分かった。あともう一色。ね。始めていい？おお。手出来上がってきた。息子は本当に絵の具で遊んでいるっていうことがすごく大きいと思うんですね。そう実際のところこの息子だけでは描けなくて私が絵の具出し係で主人がキャンバスを支える係みたいな感じで本当に3人で3人の予定が合わないとなかなか描く機会はないので主人が休みだったりとかしてちゃんとみんなで集まれる時に、余裕がある午後に大概描き始めることが多いですね。創作、彼にとって楽しい絵の具を使ってキャンバスにバンバンこう色がどんどん広がっていって爪でガリ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 やってこういう感じの絵が出来上がるっていうのが、ただ正直なところかな。そうですね、なかなか発達が遅くてまだ小学校1年生の頃だと歩行がまだできていない頃になります。後ろからこう補助してあげないと歩けなかったり目もそこまで合わなくてどちらかというとこう自分の世界がすごくあってあまりこう周りの私たちに関心がまだない頃でもあったような気がします。でもたまにこうコネクトするというかつながる時はあって、その瞬間をなんとかそれを楽しみに子育てを頑張っていた感じですね。集中して何かするみたいなこともなかなかこう見つけられないって言ったら変ですけど、そんな中で絵画教室があって絵の具に出会ったら、それで本当にそこに集中するみたいなことをこんなことできるんだ彼もっていうのを知ったのはその絵画教室っていうのがあるかもしれないですね。絵画教室帰る頃にはいつも疲れ切ってぐったり寝てしまうぐらい本当にこうなんか体力を使うんだなっていうぐらいこう集中して頑張ってやっててすごく向いてるというかね楽しんでるなっていう感じは正直言ってそういうのも作れるのかなって思ってたりやっぱ親としてはしてたので障害の状況とか見てたりとか、普通の子だったら持てるようなものを彼がなんか持てたりするのかなって思ってた時にそういうのに出会ったので本人もその気になって、で家帰ってきても家で描かせてもね描くようになったからなんかこっちとしてはね、親としては嬉しいというかなんかもう好きなようにやってくれみたいな感じでそういうのが一つできたっていうのがすごい良かったよね。絵画教室では綺麗な絵を綺麗なデッセンを描こうみたいな感じじゃなくて本当になんかこうただただ楽しんででもそれをどんな形でも褒めてくださる先生方なので一回キャンバス洗い始めちゃった時があった時もなんかこれも芸術だっておっしゃってくれたりとかする本当にあったかい絵画教室なんですけど、綺麗だね。総帥さんはやっぱそういう色とかにこだわってくれてるけどいい意味ではあまりこうしようとしないというかあくまで自分がこの場にいて自分が今やっていることそれが積み重なってその総帥さんっていうその表現の形になっていくっていうところそこはすごく印象的ですね。目の前の変化を追いかけていくこともあります。でもやっぱり総帥さんは自分のやっぱ思いがあってでそれが体を通してその行為アクションとして出ていくっていうそこの部分がすごく本人にとっても大事なんじゃないかなって思ってますね。やっぱり破いたりくしゃくしゃにしたりひっかいたりっていうそのやっぱ物質との関わり自体をすごく喜んでらっしゃるんですね。なので薄かったり小さかったりする紙よりかはキャンバスとか大きい画面とか
そういう何かその自分の思いを受け止めてくれる素材をやっぱりすごく楽しんでくださってるとこはありますね。じゃあズボンにつけたいんだよね。はい。そうせくこの絵の具をねちょっとね提供させていただきたいんだけどどうかな。あ、そっちに行くのね。どうな。そうせくこっちにもください。ちょっとさ気をつけてこれ使うと面白いの。そうせくどう？いいね。深い色になってるね。このぐらいのキャンバスに描いてってやるとあんまり描かない。そうなんか他のところに塗り始めて、ちっちゃいとすぐ埋まってしまうからもう飽きてしまうみたいで、大きいキャンバスを買ってきて見せたらもう本当にすごい楽しそうになったので、なんかどんどん大きくなってしまってはい。そういう影響を持ってある時期からはどちらかというともう大きい絵に描いてもらうように変わったと。一番最初に描いた絵とか 2番目に描いた絵もあって、持ってきてもいいですか2回目に行った時がこの作品で、そうでこれ私がすごくこれで感動して、なんてかっこいい絵なんだろうと思って、それで家でも描くようになったっていうのが、はい、経緯ですね。はい。あんまりでも変わってないかもしれないな。一番最初に描いた時から今の絵ってそんなにすごく大きく変わってなくて、そのなんかちゃんとスタイルがあるというか、必ず創世は創世の絵になるっていうか。ガンガンやってた。難しい。ちっちゃかったね。ちっちゃかった。うまくね。